それではね、次に走行動画をお見せします。最初 330i のコンフォートとスポーツプラスで走って、その後同じコーナーを WRX の S4STI がスポーツプラスで走って、そしてワンコーナーだけだけどもレボーグの 2.4STI の走行動画をお見せします。でね、見てほしいのがそのコーナー進入時のボンネットの動きですね。足の硬さによる違い、あるいは車による違い、そして私のステリングの切ってる量とかね、操作、これを注目して見てもらえると違いが分かりやすいのかなと思います。それではどうぞ。この先ね、結構な S 字で荒れてます。こうスッとね入るの分かりますかね。こうスッと、ここすごく荒れてる進入でちょっとねスッと入りましたね、車が。こう正確に言うとこうピッチングは、荒れてるから出てるんだけど、こうインに向くときスッと車がね上下に揺さぶられることなくスッと入っていくっていうところを、映像でこう分かればいいんですが、こういう感じですね。ここもね荒れてるけどスッと入りましたよね。ここ道荒れてますけどね、ものすごく。こう今の感じね、でハンドリングはこの S プラスにするともうオンザレールなんだけど、皆さん分かりました？まず最初にね、330i M スポーツのコンフォートと、スポーツプラスで同じコースを走ってる映像をお見せしましたが、あのコースはね、大型トラックが常に通ってるコースのワインディングなんですね。そのおかげで道がかなり荒れてて、でなおかつ結構途中で、穴掘ったりしてね工事してるんで、結構継ぎはぎだらけになってて、それでまた舗装の状態が変わってくる、そういうことで足回りをチェックするのよね、適してて、なおかつ、結構中速のコーナーが中心なんで、車に対する入力がスピードが上がるほど大きくなるんで、非常に足回りのチェックには適したコースですね。実は低速のコーナーなんかはね、アンダーとかは分かりやすいんだけど、低速のぐるっと曲がるねコーナーね、R のきついコーナー、これはね、初心者はね最初スピードが低いから練習するにはいいんだけど、だんだん腕がついてくるとね面白くないんですよね。でやっぱ面白いのはね、100キロプラスアルファ100キロ前後で曲がるコーナーが楽しいですね。そういうことで、結構こう車体がね路面が荒れてるんで、揺すられるんですよね。でそうすると330i スポーツ自体がコンフォートでもかなり硬いんで、スポーツにするともう、先と向きかなっていうぐらい硬いんですよね。なので、スポーツカーとして見たときに、もうコンフォートが、一般道では道が荒れてるところを走るということを考えると、もうギリギリの硬さかなと。要は本当にいい硬さっていうやつですね。
絶妙なところをセッティングしてるなと。まあこれ BM だから狙ってやってるんだと思います。だから乗り心地は良くはないんだけど、まあ、悪いとまでは言えないんだけどね。まあそういうことで硬ければいいっていうもんじゃないということをまあ皆さんに分かっていただきたいと。硬ければいいっていうのはまあサーキットで綺麗な路面に限ると。なぜかというとスピードが上がると入力が大きくなる。でこうロールさせる力も大きくなるということで、まあ例えば200キロのコーナーだと硬い方がロールが抑えられててね、特に切り返しなんかはロールした分難しくなるんでね、硬い方がいいわけです。ただ一般道は路面が荒れてますから、まあそれが通じないんですね。まあそういうところをちょっとまず見ていただきたいと思います。で次にね、同じスポーツプラスで、330im スポーツと WRX-S4STI の S プラスということでどういうふうに違うのか見て、いただきました。でまあちょっとわからない方もいると思うんでちょっと解説しますね。1個目の倉庫通過して2個目の白い倉庫、その先の右コーナーを見てください。いきますね。でステーリングを切る量とボンネットの上下動、これを見てください。で次が SO ですね。で SO も白い倉庫を過ぎてここからですね、切る量が多いのとボンネットの動きが、まあ、上下動とちょっと左右にちょっとぶれるような動きしてますね。次はレボーグの 2.STI すぐ入ります。ステーリングをスッと切ってスッと抜けましたね。上下動も少ない。まあレボーグとね SO の違いも一目瞭然ですね。でやっぱ SO の方がこう硬い分上下に絞られて実はちょっと左右にもねぶれるんですよね。でちょうどあそこはこう進入で、道がぐわーっと荒れてるんでちょうど都合がいいわけです。なので、その違いをステーリングの切る量、ボンネットの上下とか左右とかそういうどういう動きをしてるか、あるいは修正台が入ってるかどうかとかですね、そういうところをまあ比較してみていただければ分かりやすいんじゃないかなと思います。次はねこのコースの上りです。でちょうど左に曲がって右に曲がるんだけど、その左に曲がって右コーナー入る手前ちょうど直前に、ちょうどね路面舗装が変わるんですよね。よく下水道工事なんかでこう長方形とか四角にこう切って変えてますよね。工事の跡があってちょうどね段差ができちゃってるんですね。それでガツンとこうなるんですけども、まあその時の進入でちょうど乱れるようなシチュエーションなんですよね。でそこをまあ足のいい車だとまあ乱れずに、スッとこう行くと。でまあ私の 330i、これから見てください。これねちょっとね左に曲がるんですね。ちょっと左に曲がって今度は右進入だドーンとなる。スッとこう一回切っただけでスッといく。でそうだとねこうグラグラっと修正台が少し入るんですね。グラグラっとね上下左右に振られるんですね。もう一回お見せしますね。はい S4 です。ちょっと左に曲がってはい入る。上下左右にグラグラっとねちょっと不安定になるんですよね。それで、少し修正打が入っているということですね。でこの辺をちょっと見ていただければ分かるんじゃないかと思います。次は最後になりますがサスペンションアライメント良し悪しの見分け方について説明したいと思います。まずね、この写真を見てください。何か気づいた方いますかね。
じゃあもう一枚、今度は SO の写真をお見せします。はい、これ SO ですね。こちら見てください。これで気づいた人、気づいたあなた、素晴らしい。これはね、対地キャンバーが全然違うんですね。でもう一回ちょっと BM 戻しますが、これ見てください。全然違いますよね。こっちの方が角度がタイヤが全然ついてます。対地キャンバーがね。ちなみに右前輪もね、見てもらいましょう。はい、これね、BM の右前輪です。ステリングを左にいっぱい切った状態のそれぞれの左右輪見てもらったんですけども、こういう風になってますよね。後ろから見た時は後輪ハの字のスリックネガティブキャンバーって言いましたが、後輪左コーナリングですから、外側のタイヤはネガティブキャンバーになってます。でこれはね、外側が中心に言うんで、コーナリングはね、ネガティブキャンバーが対地キャンバーがなってるっていうふうに言うんですが、全然違いますよね。で対地キャンバーつくと何がいいかっていうと、コーナリング性能が上がるわけです。でそれはなぜっていうのを今から説明しますね。車がね、左コーナー曲がります。車は左にロールします。でさっきの前から見た写真を思い出していただきたいんですが、左前輪はこういう対地キャンバーがついてました。ロールするからこういうふうになるわけですね。そうするとロールした時に接地面がピタッときれいに合うようになってるわけですね。なのでこの2中のグリップがタイヤの接地面が広いから増す。で片や対地キャンバーがあまりついてないと、ロールした時にタイヤの片側が浮いてる状態になって接地面積が小さくなるということで、左コーナーであればこうロールしますから、右前輪の外側ばっかりがちびるというふうになるわけですね。グリップ面積が小さくなってね。で左前輪だったら左前輪はこうなっちゃってるから、内側ですね、内側に力がほとんど外側のタイヤ前輪の外側に加わるようになるわけですね。そういうふうになっちゃうということですね。なので、簡単に見上げる方法というのは、要は市場行った時に走る前に、走った後でもいいけども、ステアリングはね、右でも左でもいいからいっぱいに切ってもらって、前輪が対地キャンバーがどれぐらいついてるかチェックしてください。で対地キャンバーがね、いっぱいついてる車ほどね、コーリング性能が高くて、なおかつ高いスピードに合わせてるっていうことですね。だから高いスピードほどロールの力が大きくなるんでね、だから足回りが同じ硬さとした時に考えれば、スピードが高ければ高いほどロール量が大きくなってくるんで、より対地キャンバーがついてる方が接地面積が広いわけです。なので、その対地キャンバーを見ればその車のコーナリング性能が大体わかるということになりますね。で、もう一つね、じゃあなぜね対地キャンバーがつくのかと、何が違うのかという話になります。でそれはキャスター角が違うんですね。おさらいしますが、キャスター角がね、日本車と欧州車、特にドイツ車は全然違うと、特にドイツ車がついてるからね。でそのキャスター角がつくと、より直進安定、高速直進安定性が増すということと、もう一つは実は対地キャンバーがつくんですね。でコーナリング性能も増すっていうことになるんですね。でだからかなりドイツ車っていうのは高いスピードレンジで合わせて車を作ってるということになるわけですね。日本車は低いスピードレンジ、大体40キロ、50キロが多いですよね。だからその辺合わせて作ってるということになるわけですね。ただ思った人もいると思いますが、じゃあなんでスバルの WRX SO-STI っていう一番、AW の中では走りに振った車なのに、足もあんなにガタくしてるのに、なぜサスペンションのジオメトリーは低速寄りになってるのっていう、ここに矛盾があるわけですね。
これもう本当に聞いてみたいですね。中入らないとちょっとその事情わかんないと思うけど、本当のところはね。だからまあおそらく今からこう一生懸命やっていくと思うけど、良くなっていくと思うけど、長年低速に合わせて作ってるから、今単純化して話してますからね、いろんな要素があるんで、おそらくやっぱりそういうセッティングの方がないんでしょうね。いきなりできないんだろうね、きっと。だから中途採用でね、もうヨーロッパの超一流の自動車メーカーの開発ドライバーを引っ張ってくればね、現役は多分来ないと思うから、引退した人とかね、あるいは日本の、例えば水野さんが開発ドライバーで高く評価してる鈴木敏夫さんなんかね、 GTR 任されてましたけど、ああいう人をね、こう雇うとかね、5年10年雇ってね、で若手を育成してもらうと、そういうふうにすれば早いと思いますね。前回ね、ストリングジオメトリーの話しましたよね。アッカーマンとパラレルのこの2種類あると。でアッカーマンは低速に向いてて高速では不安定になるけども、パラレルは低速では抵抗になるんだけど高速では安定すると、こういうのが特徴でした。じゃあなぜね、パラレルの方が前に同じ方向に向いてね高速で安定するのかと疑問に思ったあなた、素晴らしい。それを今から簡単にね説明します。一つはね、タイヤっていうのはスリップアングルがあります。スリップアングルというのはね、例えば左コーナー、ステーリングを左に切ります。でタイヤの向きがね左に向いてる、そのタイヤの向きのまっすぐ延長線上にじゃあタイヤが転がっていくのかと、車が行くのかというと、実はそうではなくて、スピードに正比例してスリップアングルというものは大きくなるんですが、実は普通に運転しててね40キロ50キロでもグリップしてるとね、全然滑ってて怖くないっていう感覚でも実はスリップアングルがついてます。だから左に曲がってるんだけどタイヤの向いてる進行方向にそのまま行ってるんじゃなくて、実は少し外側に、正確に言うと斜め前方向にずれていってるという話なんですね。これをスリップアングルって言います。だから低速では合ってないんだけどスリップアングルがつくことによって高速で、バランスされるということと、もう一つはね応力によるんですよね。で応力っていうのはパラレルの場合は、左前輪は、ここの左コーナーね、左前輪は外側に応力が発生して、右前輪は実は内側に応力が発生するんですね。なので、旋回する切り込もうとするね、旋回しようとする力がよりパラレルだと高まるということになります。だから電子制御技術でねトルクベクタリングというのがありますが、ああいう効果があるわけですね。なので、パラレルの方が高速で向いているということになりますね。そうすると気づいた方もいると思いますけれども、サスペンションジオメトリー、対地キャンバーで考えても直進安定性で考えてもステーリングジオメトリーで考えても、欧州車っていうのは高いスピードレンジに合わせるっていうことになるわけですね。日本車はどれも低いスピードレンジに合わせるということになって、この差が走りに大きく影響するということになってるわけです。でもう一つね、これ次のコーナー、これ本当最後になりますが、ブレーキング時にね四輪が沈み込むような動きをするサスペンションセッティングとはどういうことかということで、実はね前輪だけじゃなくて後輪もキャスターがついてるんですね、欧州車は。日本車は大体まっすぐです。見てみてください。ディーラー行ってね試乗行った時にピット作業やってます。
断り入れてちょっと横からもしタイヤ外してたら見てみてくださいね。オートバックスなんかでもいいですし、前輪と後輪のキャスター角がどうなってるか。前輪は最近だいたいちょっとついてます。後ろだいたいまっすぐです。中にはハの字になってます。でここがね大きな違いなんですね。この写真をまず見てもらいましょう。これねBM の前輪のキャスター角ですね。日本車と比べたら結構ついてるんですね。で次後輪いきます。後輪見てください。後輪がね一番分かりやすいんですが、後輪もキャスターついてますよね。でねそうするとねどうなるかということでちょっと説明しますとね、日本車は前輪多少ついてる今ね。でもまっすぐなのまだある。後ろはまっすぐ、ほとんどの日本車はまっすぐ、もしくはハの字。例えば前後まっすぐとしましょう。そうするとブレーキング時にノーズダイブつんのめるしかないですね。だから走ってきてパッと止まろうとするとつんのめれますよね。こうなっちゃうわけですね。そうするとどうなりますか。コーナリングの進入で不安定になります。後輪が浮き上がって後輪のグリップは少なくなります。急激な変化が起きます。片や欧州車 BM メルセデスもそうだけどこういうふうに、後ろもキャスターがついてると、こういうふうについてるとねこう動きますよね。これが反力のサスペンションセッティング。簡単に言うとこういうことですね。なので、ブレーキングでもこういうふうに4輪が沈み込む。加速してもこうなってるからね、こう浮き上がりにくいんですよね。なのでなるべくフラットライドに車が保たれるということで、車っていうのは前後輪のグリップ変化がなるべく荷重がなるべく変化が少ない方がより安定するんですよね。そういうことがありまして走りの差がかなり大きいということになります。皆さんの車選びのお役に立てれば幸いです。